ら今、運転でサンキンティンっていう街をね、通過してるんですけど、犯罪が多い街みたいで、大きい街なだけあってホテルとかそういうのも存在するんですけど、それは気をつけてください。なんかね、カルテルとかそういうギャングがすごいね、活発に活動を行われてるとこみたいなので、ここだけは要注意です。エルロザリオを越えたあたりから治安が比較的落ち着いてくるよっていうことなので、ワイルドキャンプしてる人も多いっていうだけで、極力多分キャンプ場とかそういうところにステイするのがいいんじゃないかとは思います。他の方たちがみんな見てるはい、バイバイ。かわいいついてきたここでお水を補充しました。全部のボトルで240円、安い。しかもボトルの中も丁寧に洗ってくれて、丁寧に洗ってくれるのすごいね。今日はところどころ雨が降ったり、お天気があんまり良くないです。ここで雷が光ってたみたい。こっちは晴れてんのに不思議だね。じゃあ俺が魔法かけてあげようか。サンバラシェ文化セガロねビー。あーダメだ、何も聞かないわ。しかも雨降ってる。よっしゃー。すごー、怒った映ってたかな。雲に近づいてて雷に打たれないか怖い。普通の車ほら近い。普通の車ってね、撃たれてもね逃げるようになってるんだよ。俺らの車さ、なんかさ、もう全部むき出しだからさ、怖いよね。ビビらせないでもらっていい？お腹がペコペコだ。どのタコスショップも営業時間外でやってなかったね。火曜日はやってない日はするね、メキシコ。うん、火曜日定休日が多い。堤防の手前のとこサーフィンできそう。賢い。おお。どっち？こっち？うん。見て、すごい。マシンウェーブのような。ノルメ到着しました。そこがサーフスポットなのかな。でもさっきのとこの方がなんかちゃんと綺麗なまとまってる感じに見えましたね。日焼きみたいな。うん。今日はビーフです。これで600円。安っ。完成。美味しそう。いただきます。ギリギリ間に合った。手作りだ。グラシアス。じゃーん。このサルサ手作りで美味しいって口コミにありました。いただきます。シンプル。本場のブリトー。アメリカンスタイルのこのいっぱい入ってるみたいなのないんだね。うん。なんかシンプルに豚肉と。うん。うまい。ね。皮がいい。うんうんうん。ということでね、これから4時間ぐらいね、南に下るんですけど、その道中、ガソリンがないので、ここのペメックスっていうね、最後のガソリンスタンドでガソリンを入れようとしたんですけど、口コミにカードを二重決済されるっていう、なんか詐欺だっていう口コミが何件か入ってたので、結構警戒していったら、私たち最初にカードで払ったんですけど、なんか使えないみたいな感じで言われて、で、その後現金で払ったんですよ。レシートとかが出ないみたいな感じで言われて、心配になったので、カード会社に確認したら、引き落とし何もされてないっていう風に今聞いたので、結果大丈夫だったんですけど、もしここのガソリンスタンド行くときは、皆さん、現金で払うことをお勧めします。うん。もしかしたらスペイン語わかんないと思われて、カード二重決済とかされる可能性が結構あるみたいなので、皆さんお気をつけください。そう予備知識がね、うんあったから、俺も、うわ、これ来たって思って、変なボタンを押さずに、とりあえずシステムに戻るボタンを全部押してたから、多分決済されずに済んだけど、変なね、ボタンを押したら多分ね、決済された可能性あるんで、気をつけてください。これがメキシコのリアルで、ゴミ、全部ゴミ。ゴミ箱ここ。
やば。なんかこの白いのなんだろうと思ったら全部ゴミです。ほんとさ、ゴミがないビーチないぐらい、どこを見てもゴミまみれだよね。みんな平気で捨てるんだよな、こっちの人たちって。果てしなく続くこの山をと抜けていきます。だからこの辺なんかサボテン増えてきたね。うん。おはようございます。昨日はですね、この山のね、方の道中に入ってきて、2時間ぐらいね、運転して、なんかめちゃめちゃ綺麗な、でかいサボテンがいっぱいね、植わってるとこ発見して、そこがね、ワイルドキャンプ場っていうことを知ってね、一泊しました。これぞメキシコっていう感じでね、ドライなね、砂漠なところに、ね、でかいサボテンがいっぱいあったり、小さいサボテンとかあったりしてね、すごいいいところでキャンプをしました。で、今日もね、まだね、道中なので、朝ごはんこれから作って、多分3時間ぐらいね、僕たちのベリーちゃんだとね、かかるんで、ゆっくり運転していきながら、次のサーフスポットに向かいたいと思います。サボテン。はい、ではでは今日もまた次のサーフスポット向けて、はい。まだね3時間ぐらいかかるんですけど、ゆっくり行きたいと思います。レッツゴー。I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky ここが、ガソリーナ。カフェもあるよ。ブリトーだって。ここが一応休憩スポット。なんかかわいい。急にオアシス感出てきた。この水が流れてたね。すごい。
ゃオアシスっぽい。なんか急に南国。35ペソ。なんかちょこちょこビューポイントみたいなのあるんだね。この辺りから。いや見たことない植物とかがいっぱいあって面白いね。地形も面白いし、このさ、日本じゃ絶対見れないよね。広大さ、何もない山と岩と、すごい。自然が作り出すアートですね。昨日も夜、天の川すごかったもんね。すごかった。まあ、やっぱサンペドロマルティルのとこで見た星よりは全然見えないけど、でもなんか十分っていうぐらいすごい綺麗だった。流れ星も見えたし。はい、道中でね、なんかコーヒービーンとかブリトーが売ってるカフェを見つけたので、ちょっと見てみようと思います。Wi-Fi もあるらしい。私たちコーヒー豆がね、そろそろなくなりそうなので、なんか良さそうだったら買ってみてもありだ。かわいい。And the dreamers dream from every element of space, every color that's attacked. すごい、お店これ。かわいい。こちら。メニュー。これでいくらだって120。120。1000円ぐらいか。じゃーん。ブリトーが1個で40ペソ、まあ、350円ぐらいか。ブリトーね、この間のとこよりね、お豆のペーストも入ってて美味しかった。では出発します。海が見えてきました。はい。もう到着した。風強そうだね、そうだね。おー、海がすごく綺麗。砂も真っ白。これからね、北にね、上がっていこうと思ってるんですけど、車高を上げたり四駆が、望ましいと言われてるんですけど、行けるとこまでこの車で行きたくて、で空気圧をねオフロード用に抜いていくんですけど、いつもはだいたい35から 40psi 空気圧があるんですけど、それを25ぐらいまで抜いて、そういうオフロード仕様にやっていきます。今がやっぱ40、前が40あるのを 4.0 をきた25、こんな感じで空気圧を抜いてオフロード仕様にします。で、僕らアメリカでエアインフレーター、空気入れと後ろはね荷物積んでるから、その分ちょっと空気圧高めにしてるんですけど、なんで空気圧を減らすかというと、岩とか多いから、岩を乗り越える時とかのグリップ力、運転した感じ変わる？変わる。全然違う。運転しやすいの？そうだね。そうだね、あんま揺れないかも。だからやっぱ硬いとその分だけこうやってなるのが、柔らかい分タイヤがこうやって吸収してくれてるからいいんで。でもタイヤにとってはいいのかな？別に問題ない。あ、そうなんだ。あと俺らのタイヤ結構新しいタイヤ履いてるから問題ないと思う。キャンプ場はすぐ目の前であるのに。やめた方がいい。ハマったら絶対抜け出せない。左の方も？左の方も無理。ここでもわだちがいっぱいあるから、ほらそこですらほらちょっとはまりそうになってる。本当だ。これね、これでハマったら大変だからね。マジ抜けらんない、ハマったら。も
3時半でお昼食べてないからお腹空いちゃったね。ブリト1個しか食べてないから。俺の中でね、なんかね、一番ね、怖いのは、ハマる以外の重大なダメージだとすると、岩とかをこうやって、またごうとして、その岩が、ガソリンタンクを傷つけて、穴が開くこと。これが多分一番やばい。そういう可能性がありそうな道路ですよ、ここは。タイヤのとこがくぼんでて真ん中がせり出してるから、今ちょっと吸ったけど、ゆっくり行かないと。車高が低い車はアウトですね。これ無理だね。ベリちゃんはまだ車高は高めだからギリ。おー。ドライブテクニックが必要です。やっぱそういうとこも含めると、やっぱ車高高い、やっぱ四駆があった方が、まあいいね。うん。圧倒的に。さっきね、通り過ぎたトラックがね、サーファーの女の子2人で多分ロードトリップしてたであろうピックアップトラックがね通りかかって、サーファー女子2人でロードトリップしてるんだろうね。そうだね。それ旅人がいると安心するわ。だって全然人見ないんだもん、この下の方に行くにつれて。見るっちゃ見るけど、なんか地元の人とかばっかじゃん。あ、でもね、さっきね、アラスカから自転車で南に向かってる人とすれ違いました、ね、アラスカからアルゼンチンまで目指してるって言ってた。すごいね、やっぱいるんだね。点検してこないと。お、柔らかそうな砂が点検しに行きました。大丈夫です。お、よかった。ただまあアクセル急に踏み込まなかったり止まっちゃいけないね。うん、ゆっくりでも前進し続ければ全然問題ない。ほら滑ってる後ろが。怖いおー、なんとかもうビーチなんだ。うわ、で、うちはこれ以上行けないじゃん。行けないじゃん、これ以上。やめた方がいいよ。なんとか乗り上げて。これ結構はね、い。なかなかシュシュッてなった。うん、なった。ご利用しで行った。なんとか止められました到着しました。今日の宿です。まあ、他にもキャンパーいるからちょっと安心だね。オレゴンから、オレゴンナンバー。すごい。テントが3つ張ってありますね。グループで来てるのかな。今いないっぽい。いくつか家みたいなのありますね。キャンプするとこの前のサーフポイントですね。ビーチブレイクかな。こんな感じで私たちがこの岩の裏で。あ、なんかいるよ。本当だ。なんだ、鳥？いや、小さい魚。マジで？ミル貝がいるらしい。こっちは波が結構好きですね。何やら貝を集めてます。気をつけて。ここにね、水たまりができてて魚が泳いでます。この黒いの全部ムール貝だそうです。すごい。取り放題じゃん。今日のご飯たちです。めっちゃでかいムール貝。これをニンニクとオリーブオイルで炒めていきます。あとね、亀の手。ちょっとちっちゃめだけど、これでね、味噌汁作ろうかなと思います。まずはガーリック。すごいワイルドすぎない？ちょっこんなでかいムール貝見たことねとないと思う。本当にムール貝？えぞ。その心配になってきた。亀の手を投入。はっ、これうめんだ。これ知らないでしょ。これ食えんだよ。知らない。拳みたいなやつ。いい出汁が取れんだこれ。ウイスキー？スープがうまいやつ。スープがメキシコのアボカドどうなのかね。うわ、もう熟しすぎちゃってますね。なーにー、やっちまったの。古っ。
お味噌がねないので、インスタント味噌汁のついてきてる味噌、もう出汁入っちゃってるけど、まあいいでしょうということで、この味噌を使います。アボカドにね醤油をつけてね、お刺身で食べるとね、マグロみたいな味すんだよ。知ってる？知ってる。知ってるな。それは知ってるだろ。野生のコヨーテがね2匹あっちまで歩いて通り過ぎてった。ほら見てこれ。ことここ。中身よこれ。どれどれ？中身。気持ち悪い。カタツムリみたい。美味しいの？食べてみ。見て、気持ち悪い。ちょっと申し訳ないけどちょっと気持ち悪い。普通に美味しい。わあ美味しそう。ムール貝とアボカドの刺身、味噌汁です。ウイスキーも。いただきまーす。うわ、すごーい。やばい。ありがとう、ムールちゃん。どうよ。こんな肉厚なムール貝食べたの初めて。今回はねハマグリをちょっと取りたくて、りょうたが水着でねゴーグルして潜って頑張って取ろうとしたんですけど、なかなか難しくてハマグリは取れなかったんですけど、ムール貝はねこんなにいっぱい取れました。今日の夜ご飯にしようと思います。はい。今日ねここにステイしたんですけど、隣にねステイしてるおじさまたちが去年来た時にキャンピングフィーとして5ドル請求されるから、多分明日の朝お金もらいに来るよっていう風に昨日の夜聞いていて、で今日の朝本当にそのおじさんが来て、150ペソなのでまあ1200円に値上がりしてて、まあ、1200円払ったんですけど、普通に生活用水とかももうなんかどっかの村から取ってきて私たちの分も分けてくれたり、本当にねすごい親切なおじさんで150ペソ払って、ここに1泊しました。なんですけど、まあねちょっと波がね、風も入ってるし波もあんまり微妙だし、もう1泊してもありかなって思ってたんですけど、まあ、1200円もうかかっちゃうし、まあ、トイレとかねシャワーとかもないで、サーフィンもできないで1200円ってなるとちょっともったいないなと思って、次のサーフスポットにこれから向かおうと思います。もう夕方のね4時過ぎで結構もう早く移動しないとやばいんですけど、もう今りょうたはちゃちゃっとまあ水体流して片付けて、移動して、で次なるサーフスポットで、今日とってムール貝でね夜ご飯を食べようと思います。水は冷たかった？いやそこまで。ここまで。おじさんたちがいるところが一番ベスポジなんですけど、まあ、一応ここもねちょっと崖というか山に遮られてて、風があっちからこう吹いてくるので、まあねちょっと風は強いけど、でもすごい景色もいいし海も近いし肉でも来れるので、すごいいいキャンプスポットでした。ビーチの前のところキャンプできるみたいなので、他のキャンパーもいてね、なのでここでキャンプしようと思います。今日取ったムール貝でパエリアとソテーを作ります。あ、ごめん、いいニンニクだ。あ、そう、さっきね隣にキャンプしてたキャンパーがオレゴンで畑をやってるみたいで、その畑で採れたニンニクを2つお裾分けしてくれて、ちょうどうちらニンニクが切れちゃってねって話をしてたらニンニクあるみたいな。そう、グッドタイミングで2ついただきました。よし、では入れます。はい、オリーブオイルとニンニクに
浸水させたお米を投入。でお昼はね、じゃがいもがいっぱい余ってたのでシーチキンとかをいろいろ煮込んだトマトスープを作ったんですけど、それの余りでね、パエリアを今作ってます。でニンニクとお米を炒めると。大きいのとちっちゃいのを取ってきたからね、パエリアはちっちゃいの。あゆみが欲張るからだよ。だって貝大好きなんだもん。すごい。これはいい出汁が出るよ。したらこの残りを上にかけの。タッポタッポやん。下に垂れるなこおお、溢れてます。れ。あゆみがいっぱい米入れるから。黒田がこんぐらいでいいって言ったんじゃん。いい匂い。美味しそう。もう殻も全部取った状態なんだね。焦げが良さそうだね。さっきのね、じちゃんがね、ここのキャンプ場も管理してるみたいで、ここも150ペソかかるみたいです。結局150ペソ払うことになってしまいました。まあしょうがないよ。だってここから南に暮らせたらもう真っ暗だったもん。ということで、ご飯を食べます。美味しそう。ライム絞るんだ。いる？いや、いいや。いただきまーす。うまい。はい、おはようございます。朝起きて貝をニンニクでソテーして食べるというなんと贅沢なのか。冷蔵庫がないんでね。そうそうそう。で、今日はもうゲレロネグロっていうね、この辺りだと大きい町に行って、現金もないので下ろしたりとか、あと入れればホットシャワー浴びたりとか、いろいろね買い物したり、あとずっと電波がないのでね YouTube のアップロードだったり、知り合いに返事したりとか、そういうのもしたいので、昼間ちょっとあんまり時間がないのでね、もう朝これをソテーをしちゃいたいと思います。昨日もらったニンニクめっちゃ良さそうだよね。ブリブリね、なんかジューシーで。これでニンニクのソテーです。またライムと一緒に。最高。なんて贅沢な朝ごはんなんだ。この大きさお分かりいただけるだろうか。うわ、やば。それ見てください。やばい。ブリブリ。贅沢に見て。ダブル。贅沢。うまっ。幸せ。ほら、すごっ。もはや牡蠣。こんな贅沢な食い方はねえぜ。こんなにたくさん食べました。前回、オフロード行くのにタイヤをだいたい 25psi 抜いて、でね、今度はこっちの出番ですね。アメリカにいる時に買った、ジャンプスターター兼、タイヤの空気入れですね。でこれめちゃめちゃ簡単で、この空気入れのこの部分がこうネジになってて、でここに普通にこう入れると、でこうキュッと最後閉まるまでこう入れてあげて、エアーっていうのを押すでしょ。そうすると後ろ、45psi っていう風に設定できて、それで今25ぐらいでしょ。それを勝手に入れてくれる。はい、45になったら自動で止まると。したらね、こっちの空気圧もしっかりもう45になってるんで、したら外してあげて、でキャップを閉めれば、はい、もうこれで空気入れ完了です。めちゃめちゃね、優秀ですね。で、これプラス、ジャンプスターター。こうバッテリーが上がっちゃった時に、これをバッテリーにつなげば、エンジンもかかる。で、しかも、これはオルタネーターっていうエンジンの駆動から電気に変える、そのチェックもこれでできるんですね。だから、
もうこういうバハとかどこで空気入れたらいいとか、例えばじゃあパンクしましたとか、パンク修理した時もこれで空気入れられるし、どこにも車も全然通りません、そんなとこでバッテリー上がりました、そんなとこでもこいつねめちゃめちゃ活躍してくれるんで、めちゃめちゃおすすめです。はい、女の人でもね簡単にねできるんで、ちょっと持ってみて一回。ちょっと重いけど持てなくはないでしょ。全然。持てなくないじゃん。そしたらまずそのキャップを取って、はい、でそれをつないで、でそれねじってる、金のとこねじる。まずくるくる入っていくでしょ。シューとかなんない？なんない。どこまで？いい？キュッてなった？オッケー。そしたらエアーっていうところを押して45でもう一回エアーを押して終わり。めっちゃ簡単でしょ。時間がねかかるんで、それは問題なのと、あと充電しとかないといざという時に使えない。特にバッテリーにつないでジャンプスターターやるときは電池食うんで、できる限りコンセントあるときはしっかり満タンにしといて、いつでも使えるように準備をしておくのがおすすめです。でかつこれはポータブル電源としても使えて、USB-C タイプが差し込み口あるんで、パソコンとか携帯とかチャージすることもできます。前は、ちょっと後ろより空気圧を少なめにやるんで、セットをちょっと変えます。エアーを押してこれで40、これでいこミリタリーチェックポイントです。初めて私たちミリタリーチェックを受けるっぽい。特に何もなく通過できました。よかった。どっから来たのって言われたから、カナダから来たけど俺たちは日本人だよって言って、でどこ行くのって言ったらラパス行くって言って、どんぐらいステイするのって、1週間ぐらいで、その後フェリー乗って、ラパスの方行くラパスからフェリー乗ってマサトラに行く予定だよって言ったら OK みたいな、行っていいよ。パスポートも特に何もチェックされずよかった。ここからついに南バハカリフォルニアへ突入します。ほらカーテンに。 I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know.